皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。私がプロッターの沼にはまってから1年経ちました。私がこの1年で入手したレザーバインダーのご紹介と簡単な振り返りをしたいと思います。よければ最後までご視聴ください。今ここに積み上がっているのが私が持っているプロッターすべてになります。こうやってプロッター同士を積み上げていくことをプロッタワーと呼ぶそうです。さすがにこれだけ積み上がるとバランスを取るのがとても難しくて、そしてなかなか全部を画面に映すことができません。6、7、8、9、10冊あります。そのうちのこのオレンジのやつはプロッターの全身モデルルフトになります。ルフトを除けば9冊のプロッターを持っています。それでは購入した順番にご紹介します。まずはじめに私が購入したプロッターはこちらのリスシオブラックのミニ6です。システム手帳の中でも11ミリ系リングのみというとても薄い手帳っていうのがこのプロッターの特徴です。システム手帳なのにこんなに薄くて使えるのっていう疑問があったので、最初はまずパスワード管理帳として使うことを決めました。それがこちらなんですけれども、ここが私の沼の始まりです。これを購入して割といいなと思い始めている頃にプロッターのイベントが東京の新橋で開催されまして、そこでお迎えしたのがこちらのフルアップレザーのバイブルサイズのネイビーです。こちらはイベント限定のプロッターになります。動画でも何度も登場してくるので皆さん馴染みのある手帳ですよね。システム手帳デビューしたのはいいけれども、手帳の厚みに結構悩んでいる時に、プロッターの薄型と出会いまして、めちゃくちゃ良かったのでバイブルサイズも思い切ってプロッターをお迎えしてみることにしました。ミニ6ではできなかったバイブルサイズを持つことができて、さらにプロッターいいってなりましたね。で、次にお迎えしたのがこちらのプロッターの全身モデルルフトです。プロッターができたのでルフトはもう廃盤になってしまっているんですけれども、楽天スーパーセールで半額で購入できたんです。一枚側にバックプレートというプロッターと全く同じ作りになっています。なので全身モデルもどうかなと思って購入してみたんですけど、普通に可愛いです。今はシール帳として使ってます。そして次にお迎えしたのがこちらのミニ5のプエブログリーンです。今はカードケースとして使っています。去年の9月にプエブロからミニ5シリーズが登場しまして、そのプエブロってプロッターの中では一番サイズ展開が豊富な革なんですけど、その中でもグリーンはミニ5だけでしか買えない特別なカラーです。半年経ちだいぶ変化してきていますが、開封当時もめちゃくちゃ綺麗でした。動画も上がっていますのでよければ見てみてください。今までこの3冊はスムースなレザーだったんですけど、ここに来てプエブロを初めて持ちました。私もプエブロレザーを持つの初めてだったんですけど、このザラザラとした起毛の質感とかに最初はめちゃくちゃ驚きました。次にお迎えしたのがこちらの仕事手帳として使っているテンペスティです。去年の伊藤屋さんのシステム手帳サロン限定の商品になります。もうこれはシステム手帳サロン限定品が出るっていうリリースで見た時に、なんじゃこりゃってなったような革っぽくない革なんですよね。こうスムースなレザーとか、この今までのやつを見ているとめちゃくちゃクラシカルなそういった感じの革っていう風に見えるんですけど、もうこれが本当に革っぽくない革、朝っぽい革ということで、とてもカジュアルな雰囲気が伝わるかなと思います。可愛くて大好きです。そして次にお迎えしたのがリス仕様のナローサイズのワインです。こちらはプロッターのポップアップイベントが去年の12月に開催されたんですけど、そこで村上瑠衣さんのアンティークカスタマイズを受けるのに絶対にリス仕様のワインがいいと決めて買いました。そして実際にもうこのアンティークカスタマイズというのを受けているんですけれども、このリス仕様のワインの色に黒のムラっ気のある仕上がりになっていてめちゃくちゃ好きです。
た目だけでいけばこれが一番好きです。そもそも私はこういうワインの色とかが好きなので、これ最高に好きです。ここの12345冊は2021年に購入したものになります。で、今年に入ってから4冊購入しているんですけれども、まずはホースヘアのミニ6です。こちらプロッターの定番品としてラインナップされている商品なんですけれども、廃盤が決まっているアイテムです。決して人気がないとかっていうわけじゃなくて、タンナーさんか何かそういったところの都合みたいですね。ここで初めてエンボス加工を施したレザーバインダーをお迎えしました。とにかく最初はおじさんっぽいなという風な感じだったので避けていたんですけれども、実際にこうレザーバインダーを手に取ってみると、ただ渋くてかっこいい、おじさんっぽさはそんなに感じていません。まだ多分買えると思うんですけど、在庫がなくなったら終わってしまうので、気になる方は本当にお急ぎくださいとしか言えません。初めて苗入れしたプロッターでもあります。こちらですね、ホワイトのミニ6、こちらライブコマース限定のレザーバインダーです。私ってもともと無難なものが好き、シンプルなものが好きっていうタイプだったんですけど、このテンペスティを迎えたあたりからこうホースヘアも買ったし、こんなちょっと挑戦色にも手を出してしまいました。いやー可愛いです。とにかく可愛いです。自分の好みを除いてダントツで色白美人だなと思っています。このホワイトと一緒に登場したネイビーのシュリンクバイブルサイズです。届いてみた時はちょっと私のイメージするネイビーではなかったんですけれども、とにかく内側のここが大好きでめちゃくちゃ気に入っています。こちらも通帳ケースとしてとりあえず使うことにしたんですけれども、まだ給料日が来ていないので実際には使ってないんですけど、どんな感じになるのかとても楽しみです。そしてラストです。こちら伊東屋限定のカラーチャートプロッターです。カラーチャートプロッター出るってなった時にめちゃくちゃ可愛くて、ブルーミスト欲しいなって思ってたんですけど、テンペスティを買ったりイベントがあったりとかでなかなかたどり着けなかったんですけど、ようやく念願かなって入手しました。今までずっとこう伊東屋さんのホームページとかプロッターのインスタライブでしか見れなかったんですけど、実際に自分の手に取ってみた時にめちゃくちゃ可愛くて、色味が本当に大好きなくすみのブルーです。とてもお気に入りです。なんかどんなものと合わせてもすごく可愛いです。ということで、私が今持っている10冊のプロッター、そしてルフトをご紹介しました。正直こんなに沼にはまると思っていなくて、めちゃくちゃ買ったなって自分でも思っています。ただこの10冊全部が手帳というよりも半分ぐらいはツールとしての使い方。例えばこれはカードケースだし、この辺とかはパスワード帳だしとか、あとシール帳だし通帳ケースだしとかって考えると、手帳っていうよりもツールとして半分で、残り半分が日記とか手帳とかそういった使い方をしています。この1年でめちゃくちゃプロッターいいなと思ってこれ買って、そういうツールとしての使い方、手帳としての使い方、いろいろやってきたんですけれども、自分的にはまだまだそのプロッターのブランドのコンセプト的な部分が基本的にクリエイティブな人向け、クリエイティブなツールを作ろうみたいな、そういう感じなんですけど、自分はまだまだクリエイティブな方向に生かしきれてない。本当に今必要のあるもの、とりあえず身近なものを整えたいみたいな感じでプロッターを使い始めて、それがやっと整ってきたぐらいなんですよね。なのでこれからようやく YouTube の記録ノートとかを作ったりして、クリエイティブな方向にプロッターを使えるようになってくるんじゃないかなと思います。この薄さとかめちゃくちゃ好きな部分もあるんですけれども、仕事の場面でのこのバックプレートの音問題とか、ちょっとここはっていう部分とかもあったりしますが、総じて言えるのはプロッター大好きです。たまに開催されるポップアップイベントとか
あとはインスタライブとかでいろんな革のことを教えてもらったり、こんなカスタマイズとかして革の楽しさとかも教えてもらったりもしてますし、プロッターがあってこそ私が今この YouTube をできている、そしていろんな方とつながれているという感じもあります。なので本当にプロッターには感謝しています。プロッターめちゃくちゃいいって思ってプロッター一本化したいっていう目標もできたんですけど、実際にはまだまだプロッター一本化への道はほど遠い状態です。また徐々にこれから一本化とかできたらいいなと思います。こんなに持ってるんですけど、まだまだこれに使いたいあれに使いたいって感じでプロッターを買い足すつもりです。引き続きよろしくお願いします。というわけで今日はグダグダとしてしまったんですけど、この辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。